コペンハーゲン行きのご搭乗手続き並びにお手荷物預かりは間もなく締め切りとさせていただきます。時間だ。まだ手続きを済ませて行くな。何度も言わせるの。これでさよならだ。トーマ、トーマ。お前は刹那と刹那とさ無理だ。もう俺刹那もお前も裏切った。誰も幸せにできなかった。ごめん、私のせいだわ。違う、俺が何もかも悪いんだよ。けどお前は一つだけ間違ってる。私はちょっとだけ幸せだったよ。カズさん、さよなら。今度こそさよなら、春樹。いつまでも泣いてんなよ。カズさん。刹那、カズさん。ごめん、カズさん。カズさん。ごめん、刹那。私お前の親友になれなかった。お前の求める私になれなかったよ。いつか必ずって約束したのに。ごめんな。何これ。いや、新曲3曲目、ラストナンバー。私が倒れちゃったせいでたった24時間しか練習できないけど。トーマのせいだけじゃない。俺だってサウンドオブデスティニーのソロパートが弾けるようになったのも今朝だし。打ち込みはもう終わらせてるし、ギターパートはそんなに難しくしてないし、何より小木曽のキーに合わせたつもりだから。私のキーにって、つまりこれってオリジナル？まあありていに言えば。ちょっと待って、話が見えないよ。トーマが作ってたんだ、3曲目。時間的に無理かなって思って半分諦めてたんだけど。私は別にどっちでもよかったんだけど、北原がどうしてもやりたいって。どっちでもねなんだよ。なあ刹那、そんなわけで。あれ、どうした？なんか気になることでもあるのか？もしかしてまた私だけ蚊帳の外？そうだよ。小木曽にだけ秘密にしてた。トーマ！小木曽をびっくりさせたいからって北原に口止めされてた。その詩、小木曽をイメージして書いてるらしいぞ。こら。いや、元の詩はもっと前にできてたんだよ。けど刹那がボーカルに来てくれることになったから、言葉の使い方とかイメージとかだけ合わせて。それって北原が詩を書いて私が曲をつけた小木曽のためだけの歌だ。トーマが今恥ずかしいこと言った。お前が66フォローできてないからだ。ちゃんと説明責任を果たせ。すまん。もともと俺が同好会に参加したのって1曲だけでも書かせてもらうためだったというか。ギターは最初から2人いたし、だから学園祭にも自分が出るなんて考えてなかったし。けどまあ3年間の集大成というか、たった一つのバカというか、そんなものは残したくて。何しろ
今までが理想的なまでに灰色だったから。文章を書くのは得意だったし、いや、小論文とか数式の証明とか、化学式とか年表とか和訳とか、そういう類が専門だったけど、とにかく一度読んでみてダメ出ししてほしい。トーマのやつは一行も直さなかったから不安でさ。手のつけようがなかっただけだって。どうかな、やっぱり無理かな。あと1日で完成させるって。どうすればこの心は鏡に映るの？せつな？ごめん、ちょっと黙っててくれる？もう個別練習始めてるから。トーマさん、一回だけ弾いてみてくれない？私、楽譜読めない。せつな？時間ないんだよ、春樹くん。あとたったの1日。頑張って、私たちの曲、完成させよう。祭りの前、2人の24時間。届かない恋をしていても映し出す日が来るかな。ぼやけた答えが見え始めるまでは今もこの恋は動き出せない。よし、それじゃあ休憩。もう？私まだ全然平気だよ。まだ全然平気って方がおかしいんだけどな。実はもう夕食時なんだ。ああ、もうそんな時間なんだ。もう、ここにいると時間の感覚がなくなっちゃうよ。日の光がまるで入ってこないんだもんな。気づいたら学園祭そのものが終わってたりして。人んちの住宅事情に文句を言う前に休憩だ。さっさと夕食済ませて、日付が変わる前にパート練習を終わらせる。うん、わかった。じゃあ私、腕を振るって夕食を。却下。でもトーマさん病み上がりだから、消化が良くて栄養のあるものでないと。デリバリのピザなんか言語道断だよ。別に私は食べなくても。ダメ。食欲なくても無理にでも食べなきゃ。あと20時間は持たせないといけないんだよ。めんどくさいな。どうでもいいよ、もう。なら、確か、グッディーズがデリバリーやってるはず。あそこなら色々種類があるから、なんとかなるだろう。そうだね。あっさりめのリゾットとかいいかも。じゃあ決まりだ。俺電話してくる。こっちで決めていいよな。ケチャップより辛いものはダメ。人参より苦いものもダメ。というか、野菜いらない。デザートは滑らかプリン一択。一択だけど3個。後半は聞かなかったことにしようと思う。どうでもいいって言ったの10秒くらい前だよね。とにかく、滑らかプリンがなきゃ食事はいらない。あんなに病人食として最適なものに文句つけるなんて。お前ら、本当に私の体を傷つけ。わかったそれじゃあ、上で注文してくるから、おとなしく待ってろ。まったく10ことくらい多いったら。お疲れ様、トーマさん。そっちこそ、その服着心地悪くない？私の普段着なんだけど。大丈夫。肌触りもいいし、すっごく良さそうな素材だよね、これ。そっか、よかった。袴のまま歌わせるわけにもいかないしさ。ただちょっと、裾が長かったり、胸が緩かったり。悪いね。私、小木曽より、作りが大雑把だからさ。大雑把というよりは、メリハリがあるよね。ちょっと日本人離れしてるっていうか。あんまり意味変わらないだろう。私みたいな典型的な日本人から見れば羨望の的だよ。もう、この胸の大きさとウエストの細さはどうやったら作られるのかな。そんなことより、少しの間横になったらどうだ？トーマさんこそ、病み上がりなんだし。そのおかげでこっちは十分寝たから。けど、小木曽、
昨べのかっこ悪い私がどうしてトーマさんにバレてるのかはさておき、今の私なら大丈夫。テンション高いし。お互い秘密持つなって言ったのはそっちだろってのはさておき、本番前にガス欠にならないでくれよ。うん、多分大丈夫。今の私には怖いものなんかないと思う。へえ、言うじゃないか。リハでは震え上がってたくせに。春樹くんに対する怒りが湧き上がってくるのはさておき、怖かった。ものすごく震えてたよ。ほーら、たった1日前にその低たらくだったのに。だって一人だったもん。トーマさんも春樹くんもそばにいてくれなかったんだもん。辛くて寂しくて悲しくて、私どうしてこんなところにいるんだろうって。部長はそばにいたんだろ？飯塚くんは一生懸命励ましてくれた。嬉しかったけど、でもダメだった。安心できなかったんだ。彼には悪いって思ったけど、そうなっちゃったんだから仕方ないよ。完全に私のわがままなんだけどね。ごめんな。私が風邪なんかひいたせいで。トーマさんのせいなんかじゃない。だってトーマさんはこの歌を作るために頑張ってたんだもん。小木曽。私たち3人のために一生懸命だったんだもん。ああ。3人のためだよね。そういう恥ずかしいこと言うな。2曲じゃちょっと盛り上がりに欠けるかなって思ったから。ただそれだけだ。なんだよ、人の顔ジロジロ見て。私が確認したかったのはそういうことじゃないんだけどな。え？なんか言った？だからさ、なんなんだよその視線は。とにかく今の私はもう大丈夫。声が出なくなるなんてことはないから。ああ。だって春樹くんが迎えに来てくれたから。度胸ついただろうな、そりゃ。あんな格好で街中を歩かされりゃ。そうだよね。まるで駆け落ちだもんね。今が大正時代ならそう見えたかもな。ずっと手をつないでここまで来たんだよ。タクシー使えばよかったのに。そういうところ気が利かないよな、あいつは。何？私の顔に何かついてる？そこはかとない余裕が。は？2日間の歴史を感じさせるどことなく満ち足りた表情が。どちらかといえばやつれてると思うんだけど、今の私。なんだよ、変な顔で覗き込むなよ。そんなによそごと考えてる暇があるなら夕食が届くまで練習再開するか？そうだね。その方が精神衛生上いいかも。わけわかんないことばっか言ってないで。それじゃ始めるぞ。はーい。ねえトーマさん、今のあなたはどうしてそんなに満たされてるのかな。2日間ずっと2人きりだったからだけなのかな。それとも孤独なふりをしてるの。この歌の意味、もしかしてあなたには。気になっていた。気づけばどうすればこの心は鏡に映るの。どうした小木曽？さすがに疲れてきた？今何時？0時過ぎてる。いつの間にか本番当日だ。ってことは夕食の時からもう6時間か。さすがに少し喉が枯れてきたかも。そうだな。じゃあ今のうちに少し休んでおけよ。こっちはギターに比べれば全然余裕だし。そういえばそのギターは？さっきシャワー浴びに行くって出て行ったろ。覚えてないのか？
そうだったっけ？随分と集中してたみたいだな。うん。この調子なら、ボーカルは安心だ。そろそろあっちの個人練習を見てやるか。どうした？浮かない顔だな。納得いってないのか？まあ、ちょっとね。そう？声は出てると思うけどな。正直、あとは歌詞さえ間違えなければ問題ないレベルだろ。そんなことはないよ。私、この歌をまだ自分のものにできてない。結構こだわるタイプなんだな、小木曽は。まあ、確かに他の2曲に比べたら場数は踏んでないけど。そういう練習量の問題じゃないんだよ。私、まだこの歌を消化しきれてないんだ。小木曽？歌おうとすると、いつも何かが引っかかるんだよ。その何かが、私がこの歌に入るのを邪魔するんだ。へえ、歌に関しては本当に意識が高いんだな、小木曽は。正直、私そこまで歌詞の意味とか考えたことないな。ねえ、トーマさん。あなたなら、どう解釈する？この詩。どんな感情を込めて歌えばいいと思う？どうって、知らないよ。私が作詞したわけじゃない。そんなの北原に聞いてくれ。春樹くんに、こんな恥ずかしいこと聞けるわけないよ。お前、自分が恥ずかしいって思ってること、私に言わせようとしてたのか？ね、お願い。トーマさんがこの人の気持ちだったらって感じで考えてみてくれないかな。なんだよそれ。孤独なふりをしてるの。なぜだろう？気になっていた。いや、だから私はやるなんて一言も。気づけばいつの間にか、誰より惹かれていた。小木曽。どんな風に相手に思いを伝えればいいんだろう。この人ならどうするんだろう。照れくささを隠すために、ちょっと冗談めかして。自己陶酔っぽく大げさで表現力豊かに。それとも、不器用だけど、小さな声でしか言えないけれど、それでも飾らずに、真剣でまっすぐに、かな？トーマさん、あなたなら？そうだな。私なら。うん。そんなことで思い悩むことすら、バカバカしいって思うね。率直に言って、情けない女だ。大したことでもないのにメソメソしてさ。トーマさん。これでいい？もう、なんでこんな恥ずかしいことに付き合わされなきゃ。じゃああなたは、まだ続くのかよ。この人がメソメソせず、自分の気持ちに正直にあなたに思いを伝えてきたら、受け入れる？そんな無意味な過程はやめろよ。いつの間に私が当事者になってるんだよ。どんな相手なんだろうね。この人が恋してるのって。ちょっと、だからさ。トーマさんはどう思う？ああ、もう、なんか寒気がしてきた。やめてくれよ、本当に。私はそういう話全然ダメなんだってば。届かない恋をしているこの人のこと、どう思う？もしあなたが、この思われてる相手だったら？知らないよ。さっきから小木曽が何言ってるんだかさっぱりだ。わからない？だいたい家庭が間違ってるだろ。これ、女の気持ちを歌った歌だぞ。思われてる相手って男じゃないか。女の子の気持ちだと思う？相手が男の子だって、本当に思ってる？当たり前だろ。だってこれ、作ったのは北原だけどさ、小木曽が歌うんだぞ。あいつが小木曽のために作った歌なんだぞ。まあ、確かに学園のアイドルが歌うにしては、なんかキャラが違うような気もするけど。ああ、今のは言い方は良くなかったかもしれないな。つまりだな。じゃあ、誰なら会うと思う？届かない恋をしていて、動き出せない人。トーマさんの知ってる人の中にいないかな？そんなの、いるわけないだろ。そもそもモデルなんかいない。北原のことだ。きっと大量の恋愛小説を一気読みして、目についた単語を書き出して組み合わせただけだろ。この詩の中に、誰かの本当の気持ちなんかない。これはただ、一般受けするためだけに、優等生が組み合わせたプログラムだ。
聞く人の感情を押すために効率的に並べられた単なる記号の羅列だよ。だからさ、小木曽もそんなに深く考えずに、いつものカラオケみたいに気楽にさ。トーマさん、あなたはひどい女の子だね。え？自覚ないのかもしれないけど、だったら余計にひどいよね。どうして急にそんなこと言うんだよ。ごめんね、つい正直な気持ちが出ちゃった。謝ってないだろそれ。ごめんなさい。なんだよそれ。明日、いや、もう今日が本番なんだぞ。今喧嘩してる場合じゃないだろ私たち。けどさ、トーマさん、本当にわからないの？何を？私がこの歌を歌う意味。この詩の中にただ一人だけ登場しない私が。わかるわけないだろ。小木曽の言ってること全部意味不明だよ。どうしてわからないかな。私は頭悪いんだよ。音楽のことしかわからないんだ。頭の良し悪しじゃないよ。あなたの気持ちの問題だよ。あなたが理解しようとしてるかってことなんだよ。本当にわからない？何度考え直しても答えは変わらない？ああ、さっぱりだ。私がここまで言っても気づこうとしない？もうこの話はやめ練習再開するぞ。トーマさん、時間ないって言い出したのは大げさだからな。ほら、2番やろう、2番。どうして歌わないんだよ。気持ちがわからないから。だから私に聞いたって無駄だって。わからないのはあなたの気持ち。小木曽！お待たせ。はぁ、さっぱりした。それじゃあ次の人。どうしたの？ぼやけた答えが見え始めるまでは今もこの恋はよし、ノーミスクリアやったー、間に合った。なあ、トーマ、今の良かったろ？せつな、俺、ボーカルの邪魔してなかったよな。どうした二人とも。小木曽、ちょっと二人でミーティングな。私の部屋に来てくれ。わかった。あれ？なんで大木曽だけ？今の良かったんだろ？なら、北原とミーティングする必要はない。ごめんね、春樹くん。あなたの師匠、ちょっと借りるね。いや、待ってくれよ。その間、俺はどうしてればいいんだよ。そうだな。通してずっと弾いてろ。10回連続ノーミスで弾けたら呼びに来い。いや、それ学園祭終わってるから。入って。ここならいくら厚かましい北原でも入ってこないだろう。明るくなってきてる。もうすぐ夜明けだから。そっか。そろそろ学校行く準備しないといけないんだね。眠い？さすがに全然ってわけにはいかないよね。なんだか目がしょぼしょぼする。
さてと、じゃあ、ミーティングしよっか。そろそろ仕上げないと本番に間に合わないしね。それじゃ、時間もないし率直に聞くけど。うん。嫌がらせ、なのか？まだ怒ってるのか？さっきのこと。だからわざと手抜きしてるのか？それってどういう。今の小木曽の歌、最低だった。眠気も疲れもピークなのはわかる。けど、明らかにそれだけじゃないよな。まるで乗ってないよな。反論、ある？なら聞くけど。トーマさんってさ、何？本当に音楽に対してだけは率直で本気で厳しくて、そして勘がいいよね。私からこれ取ったら何も残らないからな。手を抜いてなんかいないよ。必死に頑張ってたんだよ、私。そうか。なら悪かった。でも、ひどい歌だったってのは撤回しないから。うん、わかる。素人の私にもわかっちゃった。自分の中から歌がこぼれ落ちていくのを感じた。声が上滑りしていくのが止められなかった。小木曽は、頭いい割には感覚的なんだな。心の動きがすぐ声に出る。やっぱりすごいなあ、トーマさんは。前の合宿の時もそうだったもんね。私以上に私の気持ち分かっちゃう。別に、そんなこと。彼の気持ちは分かってあげないのに、自分の気持ちは分かろうとしないのに。それで、どうする？どうするって。気合を入れ直して頑張るって約束するか、やっぱりダメだってステージを降りるか。選択肢、その2つしかないの？言っておくけど私、ここまで来たら妥協しないから。今できる最高の演奏ができないなら、やらない。意地悪。なあ、小木曽。本当に勘弁してくれよ。トーマさん。今こんなことしてる場合じゃないだろ？だいたい、最初に小木曽が言い出したんだぞ。頑張って、私たちの曲、完成させよって。ごめんなさい。だから今は喧嘩なんかしてる場合じゃない。ステージ、成功させるためにも。それってさ、春樹くんのため、かな。小木曽のためだ。ついでに、私のためでもある。だって、今は私たち二人の問題だろ？北原なんか関係ない。トーマさん。私、小木曽のこと、確かに苦手だけど、でも嫌いじゃないんだよ、全然。そっか。だからさ、小木曽。つまり、春樹くんのため、じゃなくて、春樹くんのおかげ、なんだね。どうしてもそこに持っていかなきゃ気が済まないのか？だってさ、彼と知り合わなかったら、彼におせっかい焼かれたりしなかったら、そしたらトーマさん、私とのことをそんな風に考えられたかな？一度すれ違っちゃった相手と仲直りしようとか、前向きに話し合おうとか、そんな風に思えたかな？ノーコメント。トーマさん、真っ赤だよ。初めて二人で話をした時と同じ顔してる。なんてね。ごめんね、トーマさん。私今、またものすごいわがままモードに入ってるよね。本当に勘弁してくれ。そんな考えたこともないこと聞かれても答えようがない。だから、わがままついでにもう一つ。まだあるのかよ。これが、最後のお願い。聞いてくれたら私、一生懸命頑張る。無理やりにでもテンション上げて、最高のパフォーマンスを出す。小木曽。だから、答えて。何を？あなたの、好きな男の子の名前。せっかく8回連続ノーミスだったのに。くそー。また最初からやり直した。
何考えてんだよ、小木曽。だってやっぱりお泊まり会といえばこういう話題がないとね。今までの流れと全然関係ないだろ、それ。それはいくらなんでも詭弁だよね。ね、誰が好きなの？本当は知ってるんだけど、ただあなたの口から正直に聞きたいだけ。お前、やっぱり天敵だ。嫌いじゃないけど、全く相入れない存在だ。その答えが聞けたら私、この歌に心を込められると思う。今は届かない思いも、いつか必ず届くって。絶対嘘だ。ただ私に仕返ししてるだけだろ。まあ、我ながら自爆してると思うけどね。そもそも、人のプライベートに首を突っ込むんなら、まず自分から。私が一番好きな男の子は、3年 E 組、北原春樹くんです。これでいいかな？今更、何の驚きもないと思うけどね。隠してるつもり全然なかったし。どうして少しくらいためらってくれないんだよ。さて、次の言い訳は何かな？私、全部言いまかす自信あるよ。だいたい、好きな男子の名前を教え合って盛り上がるなんて、そんなの中学生のやることだ。そうだね。ほんと、中学生みたいだね。自覚があるんならこんな馬鹿げたことを。ずっとしたかったんだ、私。こんな中学生みたいな恋の話。私、中学の頃いろいろあってね、好きな男の子の話で盛り上がることできなかったんだ。小木曽。やばい。また同じところでミスった。癖になったらどうしよう。以上、中学時代のとてもかっこ悪い小木曽刹那のお話でした。トーマさんの過去と比べたら全然大したことない傷かもしれないけど、別にそんなこと。そもそも比べることに意味なんかないのかもしれないけど、この話をしたのトーマさんで2人目。イオにさえ話したことないんだ。それってつまり1人目は。まあその頃は好きな男の子ってのもいなかったし、結局好きな男の子の話なんかできなかったのかもしれないけど。そうか。夜明けたね。そろそろ7時だな。そっか、もうそんな時間なんだ。さあ、次はトーマさんの番だよ。せっかくまったりした雰囲気になったのに、どうしてお開きにしようとしないんだ。私、好きな男の子の名前言った。ついでに中学時代の恥ずかしい自分さえバラした。これで何も得るものなしじゃ釣り合わないよね。小木曽、お前今どういう状況か本当に分かってるのか？分かってる。私が機関棒になっちゃってるんだよね。だから、トーマさんが折れるしかないんだよね。自分が折れるって選択肢はないのか？折れてもいいけど、そしたら私、モヤモヤを抱えたままだよ。また最低の歌になっちゃうかもしれないよ。お前、卑怯だぞ。卑怯なのはどっちかな。私、あなたに聞かれたこと全部答えたよ。トーマさん、私に頑張ってほしいんだよね。ステージ成功させたいんだよね。私と自分のために。ね、楽になっちゃおうよ、トーマさん。私別にあなたが教えてくれた名前、春樹くんにバラしたりしないよ。待て、どうして北原前提で話が進んでるんだ？わかった。名前出さない。すっごくフラットな気持ちで聞くから。いや、だからさ。ほら、気を楽にして。たった7文字の言葉を言うだけでいいんだよ。だからなんで文字数が決まってるんだよ。わかった。自重する。あとはトーマさんの自主性に任せる。思いっきり強制してるくせに。さあ、
どうぞ。えっとその私は私の好きな相手？その別に深い意味じゃなくて、大して嫌いじゃないってやつだったら。その人の名前でいいよ。さ、トーマさん。よし、その息、言っちゃえ言っちゃえ。私も言ったんだもん。恥ずかしくない。私の私の好きなやつは、そのやついない。トーマさんの育児だし。本当にいないんだからしょうがないだろ。私は正直に言った。嘘つき。トーマさんの嘘つき。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 嘘なんかついてない。私は生まれてこの方、男になんか興味持ったことない。もう、人のこと中学生の恋とか言ってて、トーマさんは何なの？あなたのなんて小学生の恋じゃない。恋なんかしてない。小学校の時いたよね、そういう子。傍から見てたらバレバレなのに必死で隠しちゃって、あいつなんか大嫌いって。そんなこと言われても知らない。私その頃からピアノばっかりだった。どうしてそんなに素直じゃないの？あんなに一生懸命彼の力になろうとしてるくせに。そんなの大げさな思い込みだ。だいたいそっちこそどうしてあんなバカに惚れたりするんだ？あいつのどこがいいんだ？そうだな、私の場合は多分あなたとは正反対の理由だから。私の方に理由なんか。他の男の子と比べて私のことあまり女の子として見てくれなかった。それが心地よかった。ちょっと待て、その正反対ってつまり。心地よかったけどちょっと尺に触っちゃった。意地でも女の子として意識させてやろうって思った。なんであいつにそんなにこだわるんだ？あまりにも釣り合わなさすぎるだろ。そんな風に考えたこともないけどな。2年連続ミス北条大夫なんだぞ。もう少し理想を高く持てよ。妥協しすぎだろ。だけど春樹くんって人並みよりちょっとかっこいいじゃない？そのちょっとってところが控えめでいいんだよ。何言ってるんだ。ちょっとにも程があるだろう。あまりにもほんのちょっとすぎるだろ。人並みより上ってことは否定しないんだね。似合わないバンドやって気取ってる優等生のくせに痛いバカだ。完璧すぎないところがチャームポイントなんだよ。何言ってるんだ。欠点だらけだ。いつも空気読まずにおせっかい焼いて、こっちは迷惑してるのに。でも何の見返りも要求しない。誰に対しても誠実。話にならない。ひいき目もそこまで来ると意味不明。あとギターがうまい。あんなのがうまいものか。それにあいつがうまくなってるとしたら教えたやつの力だ。そうやってさりげなく自分の影響力を誇示するんだもんな。やべ、寝ちまった。何回目まで行ったっけ？なあ、小木曽。どうしてお前はさ、そんなに簡単にまた人のことを好きになれたんだ？出会ってまだ一月だろ。トーマさん。また裏切られたらとか、手を払いのけられたらって考えたことないのか？経験者なんだろ。考えるよ。すっごく考えちゃったよ。え？
自分の好きが相手に受け入れられなかったらって。一度は受け入れられたとしても、また壊れてしまったらって。眠れなくなることだってあるよ。そうなのか。自信なんかないよ。全然ない。だったらそれでも好きになる気持ち止められなかったんだもん。なんか来ちゃったんだもん、感覚的に。小木曽は度胸あるな。トーマさんは臆病だよね。臆病で悪いか。うん、悪いよ。あくまで個人の感想だけどね。私はもう人なんか信じない。他人だろうと身内だろうと誰も。だって私は誰にも気にされることなんかない。誰にも愛されることなんかありえないから。どうしてそこまで自信がないの？こんなにかっこよくて可愛いくせに。自信とかじゃない。単なる事実だよ。今まで生きてきた十数年で積み上げられた、それが真実だ。トーマさん。私を愛してくれる奴なんかこの世にいなかったんだ。でも今はあの人がいるよね。いない。そんなの信じないって言っただろ。そして私もトーマさんのことが大好き。あなたの親友になりたい。そんなの無理だ。なれるわけない。どうしてそんな寂しいこと言うかな。私のことそんなに嫌い？さっき小木曽が言ったんじゃないか。私には友達を作る度胸なんかないんだよ。私がこんなに望んでも？だって壊れるかもしれないんだぞ。そんなの友達になってみなくちゃわからない。お互いがお互いを好きになっても、いや好きになってしまったからこそ何もかも壊れてしまうかもしれないんだぞ。どうして？だって私たちはなんか眠くなってきた。おやすみ。おお、ずるい。ちょっとだけ5分だけ休ませて。またそうやってごまかして。本当は私と同じ男の子が好きなくせに。バカ言うな。なんで私があんなやつ、あんなおせっかいでうるさくてほっといてくれないやつなんか。悔しい、羨ましい。どうしてトーマさんはそこまで彼にひいきされるのかな。ひいきなんかされてない。そんなのは小木曽の痛い思い込みだ。そんなことばかり言ってると取っちゃうぞ。そんなの勝手にすればいいの？もう寝たふりして。トーマ、セツナ、いつまでミーティングやってんだよ。っていうか絶対寝てるだろ。起きろ。まだ最後まで合わせてないんだぞ俺たち。
お願いだから早く起きてくれ。おいトーマ、セツナ、頼むから起きてくれって。次の次だね。あ人入ってるかな。あ、さあ、ちょっと深呼吸しとこうかな。あ、それとも発声練習の方がいいかな。孤独な。なあ、まだ怒ってるか。何を？今朝のこと。私のことずるいとか悔しいとか言ってたよな。なんで今さら。さっきからもう普通に話してるのに。いや、あれは北原の前だから無理してるのかなって。私トーマさんと春樹くんの前では態度を変えたりしないよ。そりゃ今までのことがあるから信用してもらえないかもしれないけど。そっか。あなたは今でも彼の前だと態度変えるけどね。お前になんか興味ないってうざがってるんだって必死で悪ぶるもんね。やっぱり怒ってるだろ、大木曽。謝るのやめようかな。え？謝るつもりだったの？トーマさん何も悪いことしてないのに。何も悪いことしてないって思うならあんなに私を責めるなよ。こっちはどれだけ気にしてたか。トーマさんってさ、なんだよ。自分で作ってるイメージと全然違うすっごく可愛い女の子だよね。何言ってんだよ、おい。細やかで傷つきやすくて思いやりがあって、でもかっこよくて可愛い。やっぱり嫉妬しちゃうな。そうやって褒めてるんだかけなしてるんだかわからない人物表はやめてくれ。どっちにしても背中がかゆい。ごめんなさい。それじゃあ本題に戻るけど、私全然気にしてない。それどころかこっちこそ挑発して悪かったなって思ってる。そっちは少し気にしてるけど、でももういいよ。そっか、ありがとう。それじゃこの話はここまでってことで。ねえ、最後に握手しない？仲直りの印に。握手って何を今さら。したことないよね、私たち。だってそんな、私たち友達なんだろ。だったらそんなかしこまらなくても。友達としてだけじゃないよ、ライバルとしても。バンドメンバーとしてのだよな。さあ、何にせよこれは仲直りの、そして宣戦布告の握手。やれやれ、本当に小木曽は思い込みが激しいったら。ねえトーマさん、私たち今までよりももっと仲良くなろう。そしてもっとぶつかり合おう。小木曽、ダメかな。私は私なんかでいいのか。ありがとう、トーマさん大好き。本当に大好きだよ。私が女でよかったな。男なら今ので落ちてたぞ。あ
ありがとう。それじゃ、握手。指先、豆だらけで硬いだろ。女の子っぽくないよな。そんなことない。だってこれは、あのすごいピアノを奏でる魔法使いの手だよ。そっか。ありがとう。お互い、小学生の意地っ張りはもうやめようね。そして今度こそ、中学生の恋、しようね。中学生の恋って、なんだよそれ。二人で、男の子の話で盛り上がって、キャーキャー騒いで、二人で、届かない思いを語り合って、ボロボロ泣き合って。届かない思い。ねえ、トーマさん。私、歌うよ。春樹くんが言葉を紡いで、あなたがメロディーを乗せた、あの歌を。あなたを思って、春樹くんの気持ちになって、ね。小木曽、お前はさ。なーに？お前は、なんてすごいやつなんだ。そして、なんてずるいやつなんだ。何それ？今のはそんな大したこともひどいことも言ってないつもりなんだけどな。あんな恥ずかしいセリフを、大したことじゃないって言い切るその感性がだよ。そうかな。私の持っていないもの、何でも持ってる。私ができないこと、何でもやってのける。そういう風に指摘されると、かえって恥ずかしいな。そっか。恥ずかしいついでに、今日こそ私のことは、せつながいいからね。どうかな？まだ、かずさじゃダメかな？それは、ごめん。今の私には、できない。どうしてかな？私たち、仲直りできたと思ってるのに、親友になれたって思ってるのに。今の私たちは対等だって思えないから。私はまだ小木曽に何一つ勝ててないから。そんなこと。でも、そうだな。いつかそう呼べる日が来るって。それもそんなに遠い未来じゃないって。そんな風に思ってるよ。トーマさん。なんてな。私にこんな恥ずかしいこと言わせるなんて、やっぱり小木曽は苦手だ。ありがとうね。痛いよ、小木曽。いい加減話せって。いや、もうちょっと。ったく。あったかい、トーマさんの手。細くて、柔らかくて、けど強くて、かっこいいよ。小木曽。おい、観客席大変なことになっちゃってるぞ。もう立ち見が出てる。春樹くん。落ち着け。二人とも緊張するなよ。そうだ、ちゃんとハンカチ持ってるか？トイレちゃんと済ませてきたか？なんでそんなにのんびりしてんだよ。もう次の次だぞ。そろそろ心のスタンバイというか。そうだ、3人で深呼吸しよう。なあ小木曽、本当にこんなのでいいのか？こんなのがいいんだよ。トーマさんならわかるでしょ？知るか。何のこと？さあな。さあね。何のことでしょう？ああ、トーマさんってば笑っちゃ悪いよ。そういう小木曽だって。お前ら言うべからさ、なんか俺をないがしろにしてない？なれるよ、小木曽。私たちはいつか親友になれる。きっと、そんな日が来る。けどさ、もし、私たちが本当の親友になってしまったら、私のもう一つの気持ちは、どこに行くんだ？
お前のもう一つの気持ちは、どこへ行くんだよ。小木さん。それじゃあ行こうか。もうすぐ出番だ。行こう、トーマさん。そうだな。行こう。今はまだ一緒に。せつな。カズさん。ごめん。カズさん。ごめんね、カズさん。裏切ってごめん。ずっと苦しめ続けてごめんね。私だけは知ってたのに。3人の気持ち全部わかってたのに。全部壊してしまってごめんなさい。届かない。私のこの想いは二度と届かない。だからこの歌はもう私の歌。本当に自分のものになってしまった。ねえカズさん、春樹くん、私今なら完璧に歌えるよ。自分の気持ちを伝える歌として、このもう届かない恋の歌を。